パート49始めていきましょう。今回でアカシアの村最後の建築となります。はい、早速建物を建てていきたいと思います。最後ね、この残ってるスペースに建物を建てていきます。まずは土台ですね。いつものように丸石を使ってここら辺から建てていきましょうかね。土台が完成しました。というわけで、早速骨組みを作っていきたいと思います。今回は、まずは村人の住居ですね。前回の頼糸の時に作った住居と全く同じ形で作っていきます。骨組みが完成しましたね。で、今回この隣に、隣り合わせにね、作業場を作りたいと思っています。というわけで、後からね、場所取るの難しいので、土台を作ってしまいたいと思います。土台はいつもの通り丸石ですね。こんな感じでちょっとね、デコボコとした敷地を確保しました。というわけで、先に骨組みを立ててしまいたいと思います。こう長方形にちょっとね、飛び出す形で作っていますね。で、こちら側は2本ごとに2マスごとに柱を立てていきたいと思います。道路に面してる側は1本ね、柱を抜いて、窓を作れるようにね、5マス開けで作りたいと思います。骨組みが完成しました。結構大きな建物ですよね。マングローブギリギリまで、骨組みがありますね。というわけで、住居の方を完成させてしまいたいと思います。ほぼほぼ全く同じ作りになりますね。というわけで、サクサクここは立てていってしまいましょう。長方形の住居は重宝をしたいなって思ったんですけど、今回でアカシアの村は最後なんですよね。いや、作りやすくて良かったんですけどね。はい、こんな感じでほとんど一緒ですね。キッチンも作ってしまいましょう。よいしょ。これで内装もほぼほぼ完成ですね。ベッドは後で置くにして、これで、住民の部屋も完成ということで、ドアもつけてしまいましょう。はい、これで完成ですね。
村人の住居が完成しました。というわけで、作業場をね、早速作っていきたいと思います。今回のテーマは染め物屋さんですね。まだ初めの頃に作った工芸品店の、商品がね、作れてないので、ここに染め物屋さんを作っていきたいと思います。まずは屋根からいきましょう。頭皮のハーフブロックを縁取りに使っていきます。工房側の屋根はちょっとね滑らかにしたいのでハーフブロックを使っていくんですが、ここがね目立たなくしたいので、原木を普通のね木に変えて作っていきたいと思います。屋根が完成しました。でちょっとね雨降ってきちゃったんで、先に光源をぶら下げておきたいと思います。壁を作っていきます。工房なのでここも逆階段を使ってね、壁を作っていきます。はい、建屋が完成しましたね。というわけで早速染め物をする場所、布を染める場所を作っていきたいと思います。丸石で1段上げていきます。窯を置いていきます。でこの窯をハーフブロックでね囲んでいきたいと思います。埋まってる感じを出したいんですよね。いい感じに窯が埋まりましたね。そしたら蓋をしてしまいたいと思います。こうして発酵させるらしいんですよね。なのでこの形で、染め物屋さんね染める場所を作ってみました。なかなか再現できたんじゃないでしょうかね。というわけでこの周りの部分を、廊下を作っていきたいと思います。今回作る染め物屋さんは藍染めなんかをするね染め物の工房を参考に作っています。はい、もうこれで染め物屋さんって感じなんですが、染めた布をね綺麗な水でこう流していく、糊を流していく、そんな場所もね作っていきたいと思います。というわけでここの廊下を伸ばしていきたいと思います。ここまでね伸ばしていきましょう。でこのハーフブロックのまま伸ばしてもいいんですが、水がねあまり流れ込まないように逆階段を置いていきたいと思います。はい、屋根が必要ですよね。というわけで屋根も作っていきましょう。もうちょっと伸ばしたいですね。はい、屋根が完成しました。いい雰囲気ですね。ただこのままだと板が張り出してるだけなので、支えとなるね柱を立てていきたいと思います。染め物を流す場所を
完成ですね。内装も作っていきましょう。こんな感じで作業台をね置いていきます。色の染まった布を流したいと思います。こう支えを作ってね、この上に布が流れている、そんな雰囲気をね出していきたいと思います。よし、雰囲気出てますね。いいですね。ただこの濡れた布を乾かすね台も欲しいので、ここで乾かしておきましょう。これで工房もほとんど完成ですね。最後細かいところを装飾していきたいと思います。ベッドを置いていきましょう。今回は赤紫のベッドですね。この工房で作ってる赤紫の布を使ったベッドを置いておきます。せっかくなので窯の中にもねちゃんと染料を入れておきたいかなと思います。今回布の色で使った赤紫と青の染料を混ぜておきましょう。おー、いいですね。これで染め物工房の完成ですね。残るスペースは1箇所、この部分ですね。ここには村を守るための物見櫓を作っていきたいと思います。今回モデルにするのは吉野ヶ里遺跡の物見櫓ですね。早速骨組み作っていきたいと思います。高さはそんなに取らないですね。2マスの高さで3マス目に、横串を刺していきたいと思います。あれ、あ、出ましたね。こんな感じで今回は 4×4、柱入れると 6×6 のスペースで作っていきたいと思います。吉野ヶ里遺跡のこの物見櫓は十字の骨組みじゃないんですよね。1層目は横に、2層目は縦にちぐはぐな感じでね、横串を通していきたいと思います。1層目の床を張っていきます。1層目にははしごでね登る感じで、こんな感じですね。ランタンを周りに置いておきたいと思います。こんな感じですね。そしたら櫓の高さを上げていきたいと思います。1層目とは互い違いになるように横串を通していきましょう。2層目の床も張っていきます。2層目までできましたね。というわけで3層目も作っていきたいと思います。3層目の骨組みは十字に、交差する感じで作っていきます。で3層目に上がる場所は階段で表現したいなと思います。ここだけ斜めっぽいんですよね、はしごが。
最上階は柵をつけるのでね、ちょっとだけ飛び出させたいと思います。いやー、この時代にこういったものを作ってるってすごいですよね。はい、フロア第3層完成ですね。屋根を作っていきたいと思います。今回の屋根もアカシアの村なのでね、4隅がない形で作っていきたいと。こういうの危ないですよね。はい、屋根はアカシアの村のね、この特有の屋根で4隅がない形でね、作っていきたいと思います。結構高いですよね、この場所。はい、これで屋根が完成しました。もういいですね。アカシアの村、そんなに高い建物がないので見晴らしがいいですね。これ、降りる場所ないですね。あら、ツタがありますね。ツタで行きましょう。いや、今回は物見櫓を作ってみました。で、ここにね、染め物屋さんも作りましたね。今回は結構再現率高いんじゃないかなと思います。この染め物屋さんに流れる川の上流には水車小屋があって、こう雰囲気がとてもいいんですよね。はい、流れる布がいいですね。というわけでパート49物見櫓を作る。これでアカシアの村もね、完全に周りを囲まれて安全になったかなと思います。最後にふさわしい物見櫓いかがだったでしょうか。次週パート50はついにねエンドラを倒しに行きたいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。